よろしくお願いします。これから具体的に気づきの実践、一般的に知られているヴィパッサナ瞑想の、具体的なやり方、説明いたします。基本的な骨組みだけ説明しますので、実際実践する方々は自分なりにそれぞれ微妙調整っていうのはできるとは思います。で、伝統的には気づきの実践っていうのは初期仏教のテーラワード仏教の方々は主にやっていたことで、他の大乗仏教の世界ではないではなくてね、それぞれ宗派によってやり方と文化は変わるんですが、テーラワード仏教ではすごい古い形で全く宗教的な味が入る以前の信仰迷信入る以前の形で、実践してきました。しかし、テーラワード仏教も一つの宗派仏教なので、仏教徒の方々なら必ず参求をして、5回か8回か10回かね、最近の場合は何かを戒律を受けて、それから瞑想に入るんですね。道徳は犯したまんまでヴィパッサナ実践というのはちょっと難しいですね。引っかかっちゃって止まるんですね。そういうことで皆様方は別に仏教という状況には興味ないというならばそれは一向に構わないんですが、基本的には道徳的であることは覚えておいてください。それは人類誰だって道徳的な倫理を守る人間にならなくちゃいけないんですね。で、仏教徒にとっては正式的に儀式っぽいものがありまして、三戒と五戒分を唱えます。では覚えている方々、仏教に興味のある仏教の方々はご一緒に三戒から5回分まで唱えましょう。ナモタッセバゲヴトアレハトサンマサンブンダッセナモタッセバゲヴトアレハトサンマサンブンダッセナモタッセバゲヴトアレハトサンマサンブンダッセブンダンサラナンガンチャミダンマンサラナンガンチャミサンガンサラナンガンチャミドゥティアンピブンダンサラナンガンチャミドゥティアンピダンマンサラナンガンチャミドゥティアンピサンガンサラナンガンチャミタティアンピブンダンサラナンガンチャミタティアンピダンマンサラナンガンチャミタティアンピサンガンサラナンガンチャミ。それ3級です。これから5回分に入ります。パナティパタヴェレマニシカパダンサマディアミアディナダナヴェレマニシカパダンサマディアミカメスミンチャチャラヴェレマニシカパダンサマディアミムサワダヴェレマニシカパダンサマディアミシュラメレマ
ジャパマダタナヴェレマニシッカーパダンサマディアミサドサドサド。はい、それから生命っていうのは限り数知らないほどの過ちを犯すんです。今世だけではなく過去、無しなる過去から我々はいろんな過ちを犯して生きてきたんです。ですから過ちを何とかして償うということは成り立たない、ありえないことなんですね。誤りを犯したまんまで調子に乗っていることも決して道徳的に良くないし、人格向上はできないんですね。ですから仏教は世に初めて紹介したのは懺悔しなさいとね。要するに、すいませんというね、悪かったっていう気持ちで全ての生命に、自然界にいろいろ迷惑かけて生きてるんだというねことを理解することですね。そこでこの自分が過ちを犯したことを認めていくことで心が清らかになって人格向上することができます。というわけで初期に懺悔文というもの文章を作りまったのでそれを唱えます。皆様もご一緒に唱えてみてください。懺悔の門。無しなる過去から今まで私たちは無明のせいで、無知のせいで、貪嗔痴のせいで心が汚れて無数の過ちを犯しました。体の行為の過ち、言葉の過ち、思考の過ちを無数に行いました。それから聖なる聖者たちにもいろいろ無礼な侮辱の態度をとったり、言葉をしゃべったり、数々の過ちを犯してきました。今世においても我々が犯した過ちの数はきりがありません。このすべての過ちを仏法僧の前で涅槃下脱に達する目的で、心を清らかにする目的で心を込めて懺悔いたします。仏法僧のお許しがありますように。サドゥサドゥサドゥ。はい、それでは気づきの実践の理論を説明します。理解した上で実践した方がよろしいと思います。やみくもに瞑想を実践したからといってそれほど成長しない恐れもありますし、理解することがとても大事な基本的なステップにもあります。でヴィパッサナ実践で我々はこの思考することを考えることまずストップしてただ生きているというものはどういうことかと調べてみるんですね。生きるとはどういうことかと。で考えてそれに達するんじゃないんです。ですから思考をやめることが思考と一緒に戻す。やめることがヴィパッサナ瞑想のスタートポイントなんですね。で人間っていうのは考えたいし妄想したいんですよ。それで世間的にはこの考えることにはすごい高く価値を入れてますね。考えることが素晴らしいことやと。動物と人間の違うところは
それだけではないかっていうまでいわゆる何よりも高い価値を入れてるんですね、思考には。思考に価値を入れてるということはものすごい執着が生まれて、思考に哲学に勉強したものに束縛されて身動きができなくなるということの結果は、それから人格向上には思考はそんなに役に立ってないんですね。だからこの世界で人殺しやら戦争したりする人々は一般人よりは桁違い知識人なんですね。でいろんな迎撃ミサイルを作ったり、そういうものはもう一般人には全くできませんよ。だから超知識人でなければ、超偉い科学者でなければ、そういうことはできないし、ですからこの思考でもって人々は良くなったっていうことはほとんどないんです。ただ考えるだけで哲学だけあったっても、お互いの違う哲学思考パターンを作って、議論するだけで時間の無駄なんですね。そういうわけでこの思考だけでは人は成長しないっていうことがもう歴史的な事実なので、人は人を通して成長するためにどうすればいいかっていうテーマは、ブッダの世界でもありました。だからお釈迦様が最初にこの、たくさん哲学あった時代なんですね、お釈迦様の時代は。現代よりもものすごい複雑な哲学たくさんあったんです。だからそれって束縛のもとやと、喧嘩のもとやと、他を差別するもとになるんだと、人を議論して人に打ち勝つ世界だと。だからこれって一般人と同じでしょうということで、全ての思考は一旦置いておいたんですね。はい、それからアビダルマン的な説明もします。我々は物事を知るためにはこの6つのチャンネルでデータを取り入れる。それは原理美出身意というんですね。目から色と形を入れてデータ入れるし、耳から音のデータ入れるし、鼻から香りというデータ入れるし、舌から味というデータ入れるし、体からこの感触というデータ入れちゃう、触れるというデータ入れちゃうんですね。それから意で、心でアイディア、概念をデータにして、認識して生きてるんですね。で、面白いことはデータ入るんだけど、我々はデータを自分勝手に調理して熱奏するんです。熱奏して自分だけの自分に限った知識世界、知る世界、感情の世界、主観の世界を作るんです。だから我々の目の前で例えば一輪の花があるとしたら、全てのその花を見ている人々は全て同じものを見ているではないんですね。で、花から平等に、花という物体からね、光を通して平等に視覚データが目に触れるんです。花は人女性だからたくさんデータを送りましょう、この人は男性だからいい加減データを送りましょうっていうことはありえないんですね。花は心がないものだからちゃんとデータを出してるんですね。光が届いてるんですね。しかし目に光情報を触れたら自分の目で画像を作るんですね。その画像は何なのかで自分の心で判断するんです。それから自分でそれは価値入れるんです。良いものか悪いものかとかね。
で書く人は同じことをやるんですね。で勝ち目入れてから見たっていうことに満足するんです。花を見まったと。だから花を見た人から感想はいかがでしょうかって言っちゃうと必ず感想を持ってるんです。で感想を持っていったらこれはアウトっていうことで自分このデータを捏造したっていうことになるんです。ですから私は私にしか見えないという花の幻覚幻想を作ってそれに勝ち入れてそれに束縛されて生活する他人にしか認識できない花を見て束縛されて生活しているんですね。そういうわけで我々は自分だけの世界を作っているんですね。だから誰いても世の中の真理知るわけないんです。みんな原理美出身に入る情報とを自分で捏造して自分の世界を作っているんです。その殻を破れないんです。だから科学者はじめ全ての生命は無知ですね。無明です。自分の殻の中に閉じ込まれてそれ以上は何も分かりません。殻のには穴は一生懸命原理美出身という穴があるんだけど中に入って途端自分のデータに自分の捏造概念に入れちゃうんですね。ですからそれで主観の世界っていうものが現れるんです。だから考えるっていうことはこの自分の主観の世界で起きた捏造概念を回転することなんです。だから考えても同じことをですね考えても捏造したデータをもう書き回す新しいアイディアは絶対出てこないんです。それから勝ち入れるでしょ。だから見たも花に価値がないんです。私が捏造してその捏造した概念に価値入れるんです。だから一輪のバラの花だったら3人にこれいくらぐらいになると思うと言ったら1000円ぐらいじゃないもういえこれはやっぱり300円ぐらいでしょうとかねもう言ったら250円ぐらいではないかとかどうやって値段変わるんですかね。自分の捏造で値段をつけているんですね。だから花を栽培して売ってる人にとっては一輪の花はもしかすると100円以下かもねだってその人は荷物で出荷するんだから。で花のプロがずっと生ける花の先生が毎日花を買ったりするんだから大体固定した値段してその値段やってるんです。初めての人は別なだから価値っていうのは人が入れるものでしょ。例えばダイヤっていうのは石でしょ。それすごい高価って言ってるのは誰？人間なんですね。ダイヤはただの石、宝石もただの石。だからダイヤのことを知らない人にとっては全然面白くないんです。それは値段はわからない。だから自分で価値っていうのは自分が個人が主観的に物事につけるものでだから物の値段はずっと変化するのはそういうわけなんです。だから自分の感情に合わせて物の値段変わるんです。
でコロナが発生したすぐいきなりマスクの値段が上がったりマスクがなくなったりもしまったしからね。だからそうやって値段は動くのは何の科学根拠もないんです。妄想なんですね、人々の。それから我々は怒ったり悩んだり落ち込んだり苦しんだり精神的にものすごくストレスを感じたり人生は暗くてたまらんやと自殺した方がいいやと思ったりいろんな人間がいるんですね。そういう考え当てにならんね。生きることはなんて素晴らしいかという人といやいやもう生きられないもう自殺願望は強いという人でどちらでも同じバカな人で大したことは言ってないんです。自分の感情を喋ってるんですね。感情は自分がつけた評価リストなんです。世間は何のことはないんです。世間というのは色相公民則法という無双の世界なんですね。そちらどういったことはないんです。だから思考さえストップすればみんなびっくりするほど分かるんですね。余計に悩んでいたんだと余計に苦しんでいたんだとバカじゃないかと何のこともないところで勝手に起こっていたんだと。だからこの世は怒る価値もない欲張る価値もない執着する価値もないものであると。それですごく心は安穏になります。はい、そこはこの長い間我々は我々にとっては認識プログラムはやっぱり熱唱して認識するっていうようなアルゴリズムできているんだからこれはいやめたという感じではやめることはできません。だから一般の人は絶対やることはやらない特別な訓練をしなくちゃあかんですね。そういうわけで全ての煩悩が思考から生まれる感情から生まれる感情は自分で作ったもの価値は自分勝手に入れたものそういうものから生まれるものそれから執着っていうのは自分の妄想に執着しているだけです。物に執着不可能です。ダイヤを持ってる人はダイヤに執着しているって例えばダイヤはそちらにある石でどうったことはないんです。それは他の人に持っていくこともできます。しかしそれに対して執着して私のものやと思ったのはその人の妄想なんです。それでダイヤがなくなったらその人は自分持っていた妄想に適した苦しみを味わうんです。自分の家にあるダイヤはそれただのダイヤだよと私のものでもどちら他人のものでもなく視線に現れたものやと。でも執着にいる人のダイヤ盗まれたらこちら前はダイヤあったんだけど今はないそれでお話が終わる。じゃあ場所を片すぎて整理整頓しましょうっていうことになるんです。しかしこれは1000万円の20カラットのあれやこれやとか日本でも2個しかないやというふうにすっごい妄想価値入れて人にとってはいとも立ってもいられないんです。
訴えるところをありったけのところに訴えて、日本警察はうまく動かないんだったら国際警察署にも連絡して頼んでみたり、雇うことをできるならアメリカの CIA の雇ってみたりとかね、何でもやりますよ。執着があるからあるならば。ですから理解してください。全ての問題は自分が作ってるんです。生きることは苦であるというお釈迦様の真理は自分がそう作ってるからなんだ。生きることは客観的に苦であるならばもうお手上げねそれだったらお手上げ。ただ地球は自転する、これは客観的な事実ですからね。いくら頑張っても個人にはどうすることできない。なんでお釈迦様が苦しみ乗り越えることできますよって言ったのは、これは自作自演だからなんです。自分で作らなきゃいいでしょう。価値入れなきゃいいでしょう。はい、これ説法になりますからそこら辺で話を終了しますが、ヴィパッサナ実践っていうのはどうやって思考を止めるのかということだけで始まるんです。現象を作ること、念想を作ることは瞑想進んだ人にしか一度できません。初心者にはどうしようもないんです。認識アルゴリズムはかなりスピードに働きます。ですから瞑想始まる人で誰だって妄想を遮断するというところから始まります。それでどうすれば妄想を遮断するのかという方法が入ってきます。これ難しいんだから私はすっごい簡単なレッスンにこれ分けてみたんです。このレッスンは考える必要は一切ないレッスンなんです。ですから考えることをやめてくださいよなと考える必要はないんです。レッスンは実行できます。それでも頭にこの長い癖だから思考妄想を割り込むんです。ですから我々はこの実況中継するという思考を割り込まないようにというガードをつけておくんです。心を守るガード。心を思考すると心が汚れて煩悩が起きちゃって苦しみを作るんです。だからちょっと実況中継というワクチンを使わなくちゃかんです。で慣れてないんだから難しいかもしれませんだけどしっかり頑張ってやってほしい。実況中継は緩めちゃうと思考が漏れる中に。実況中継ちょっとストップしちゃうと一旦停止しちゃうとその間で今までの修行で止めた妄想も100倍になっていきなり現れてきて心が激しく汚してしまうんですね。だから隙間なく実況中継する。次実況中継の場合はこの名詞ギリギリまで使わない。現在進行形の動詞だけ使うんです。で日本語の言語の動詞の変化っていうのはそれほど厳しく分けてないんだからすごく滑らかなもんだから動詞だけで実況中継する。例えば人は手を伸ばしてカップを取る。そこで名詞たくさん入ってますね。人、手のアジェクティブですね。伸ばしてというあれは動詞じゃないんです。
アジェクティブですね。カップ、これオブジェクトで、これ名詞でしょ。取るだけですね、動詞が。ですからカップを取る人は、私は手を伸ばしてカップを取ると実況しません。それは瞑想ではありません。取るだけです。いきなり取れません。だからね、伸ばす、下ろす、取る、動詞だけであるんです。これダイナミック、これって必要です。名詞ないんです、世の中で。止まったものはないんです。無常です。動詞をチェックすると、無常ということが明らかに分かります。動詞にはスタートがあって終わりがある。終わったら別な動詞が現れるんです。で、カップを取る。取ってから何かやらなくちゃあかんでしょ。カップを取った人はそのまま死ぬまでカップを取ったまんまでいるわけないでしょ。だからそぎ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 って動詞が変わっていくんです。名詞っていうのは人間には錯覚を引き起こしやすい。カップって言ったら無常がないんですね。カップって名詞も存在しないんです。ですから名詞は使わないで実況中継する。それをよく覚えてください。それからこの妄想を割り込むんだから、この動詞をできるだけリピートする。伸ばす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 、取る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 とリピートする。どれぐらいリピートするのかということはご自分の心の強さによって決めます。あまりにも弱い人がどうしても妄想をする。だったらその人は結構勢いでリピートしなくちゃいけない。精神的に落ち着いている強い人にとっては伸ばす伸ばす伸ばす、取る取る取ると第3回ぐらいでも十分。だから何回リピートするのかということは個人が決めなくちゃいけないんです。はい、それでヴィパッサナーの基本的なやり方は実況中継すること、基本的な理論は思考妄想が人に苦しみを作る、人をバカにする。ただ世界は神様が作ったということは妄想なんです。宗教はいらんということは妄想です。人には宗教がいる、必要やと妄想です。どちらでも困るでしょ。世界は神様が作ったというともう困るんでしょうに。だって何とか我々しなくちゃあかんだから。神様が作ったものではないと言っちゃうとまた困るんですでしょ。ではどうすればいいかと。自分の判断で生きなくちゃあかんでしょ。これはやばいって、まずいと感じちゃうんです。人に宗教が必要と言っちゃったところで困るでしょ。そうか、じゃあ宗教選ばなくちゃ。どんな宗教選んでいいか、派手に困ります。じゃあいらないと言ったら困ります。宗教いらないと言ったってもう野生動物みたいに生きているわけでもよくないし、じゃあ自分はどんなガイドで生きてるでしょうかとまた考えちゃうでしょ。だからどんな思考も結果は困ることです。だから哲学に意味がないんです。神様がいると言ってもいないと言ったってもどちらでもあなたは困ります。神様が全て創造した、いえ違いますと言ったっても同じく困ります。
でイスラエルとパレスチナのように同じ神様を信仰しているんです。でも信仰の仕方が違うんだから互いに殺し合いやっているんです。困ります。だからパレスチナの方々はものすごい長い間苦しんできているんだけど、楽ちんに来たければお互い様宗教を閉じちゃえば、イスラエル人もパレスチナ人も世界中の人間がもうすごい人々だと褒めるでしょうと思いますよ。だから偉くないよ、思考は。ユダヤ人のユダヤ教は偉くもないし、イスラム教も偉くないんで、人を殺してるんだから。だから仏教は同じです。仏教宗教だって偉くないんです。で、私が言いたいのはこの思考。だから宗教を置いておいて、思考は基本的なものでしょ。考える。それが問題です。そこは元なんです。だからそれをやめてみましょうかということで、やめてみましょう。実況中継で。はい。理論はそこら辺で終わりです。ちょっと長くなりましたね。